はい、こんにちは、ザッツです。今日はですね、こちら、クイーンコーラルクロス城特等室、なんと撮りました。とてもいいお部屋ですよ。なので、最後までご視聴いただければ、とっても幸いです。クイーンコーラルクロス城は、総トン数が8000トン、全長が約145メーターと大きな船になりました。2021年11月から就航という新造船になります。まだ就航して2ヶ月ちょっとですね。とっても楽しみです。それではですね、最後までご視聴いただければ幸いです。ザッツ日本2週目始まります。日本一周1日目、名門太陽フェリーで大阪南港を出た私は、翌日の朝に北九州は新門司港へ到着し、北九州市小倉から臼杵港から八幡浜港まで宇和島運輸フェリーで移動しました。そして八幡浜港から東横まで移動した私は、東横から大阪南港までオレンジフェリーで移動し、せこいだのなんだの言われようが、なんとワープで鹿児島空港まで来ました。鹿児島空港から鹿児島新港まではバスとタクシーを利用し、鹿児島新港から本日の旅はスタートです。鹿児島から沖縄那覇港まで25時間楽しみました。はい、今ですね、関西国際空港にいまして、今から鹿児島の方へ向かいます。それでは行きましょう。今日はですね、ピーチ航空の一番いいお席を取りました。一番じゃないか。ピーチ航空のいいお席を取りましたんで、乗っていきましょう。やっぱり ANA のプレミアムシートかなんか乗りたいですね。ピーチはですね、第2ターミナルなんでバスで向かいます。今死が焚いてしまったんで次待ちます。第2ターミナルまでのバスはすべて無料で運行されてます。ピーチの飛行機が見えてきました。桃色、ピンク色です。10分ほど走行で第2ターミナルに到着しました。ピーチ航空のチェックインはすべて QR コードにて自動で行います。すぐにですね、手荷物を預けてきます。機内の持ち込みは7キロまでで制限されています。こちらで重量チェック。はい、保安検査場通過しました。ピンポン鳴らずに一発合格でした。そして発見された QR コードをこちらでチェックされます。ピーチ航空はですね、徒歩で登場していきます。ピーチ航空に乗るとですね、滑走路を歩けるという特典がついてきます。結構ですね、空席があったんですよ、この日。隣も人がいなくてなかなか良かったです。そして滑走路が詰まっていて30分遅れで離陸しました。大阪からですね、1時間も経たないうちに霧島連山が見えてきます。そしてあっちゅう間に無事着陸。何回乗ってもドキドキします。そしてまたバスに乗りターミナルへ向かいます。荷物を受け取って鹿児島中央行きのバスへ。この時30分遅れで結構焦ってます。切符を買ってバスを待ちます。鹿児島空港から鹿児島中央行きは15分間隔。結構便利なんですね。前にモニターがありまして、広告が小野田さんチック。そして渋め。17時くらいに鹿児島中央駅に到着しました。フェリーは18時出港。急ぎだったのでやむを得なくタクシーを使うことにしました。10分ほど走ったところでフェリーターミナルに到着しました。はい、どうも助かりました。ありがとうございます。はい、大丈夫ですね。はい、はい、到着しました。発見してきます。フェリーターミナル久しぶりですね。楽しみです。鹿児島新港のチケット発券は3回、乗船は2回から行います。さらにもうワンフロア上がっていきます。名簿に記載して検温して発券していただきます。料金もこの時払いました。サーモグラフィーで検温していただきました。OK が出たらですね、あとは発見してもらうのみです。はい、すいません。600円。
ちらが乗船券ですね。あ、はい。2階から乗船始まっておりますので。あ、はい。ありがとうございます。乗船口のある2階へ向かっていきます。結構ですね、団体さんがいらっしゃるようでした。中でお会いしたかというとそうでもなかったですね。今回後ろには波の上城がいらっしゃいました。そしてこちらが今回乗船するクイーンコーラルクロス城です。お、白飛び視点。まだお肌がピカピカのツヤツヤの真っ白ですね。楽しみです。今日もですね、最上級クラス、予約しましたんで非常に楽しみにしてます。コーラルプラスの方は階段だったような気がするんですけども、エスカレーターがついてました。前から比べるとめっちゃ乗りやすくなってますね。よいしょ。あ、個室です。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。こちらでお預かりしておきます。あ、はい。はい。7個到着の際交換いたします。はい、わかりました。鍵を預かりましたのでお部屋へ移動します。お部屋もですね、同じ階ということでとても良かったです。しかもですね、カウンターから一番近い一番手前の部屋でした。はい、お部屋の方到着いたしました。なかなか広いお部屋ですね。前のクイーンコーラルクロスとはちょっと違った感じですね。あちらはあちらクラシックでとても素敵な部屋でした。こちらはですね、本当新鋭な感じがします。かなり今風っていうんですかね、私が言うのも変ですけどという感じです。それではお部屋の方紹介いたします。まずですね、ベッドが2機、こちら2人部屋なんで2機あります。シングルベッドかな、このサイズ。セミダブルかシングルベッドくらいのサイズがあります。コントロールパネルは頭のところで調整ができると、こちらですね。で 100V の電源が2機あります。こちらカップホルダーでしょうか。ちょっとぐらい波が来ても平気な感じですね。全体的に見るとこんな感じ。そして逆サイドは窓が2つついてまして、テレビがついてます。エアコンの方もですね、こちら1機ついてますよ。空気清浄機がこちら隠れてますが、最新式のやつがついてます。ソファー、船子ちゃんが真ん中にいまして、ゆっくり座れる、4人座れるぐらいの感じですね。2人座って2人が椅子に座る感じ。こちら冷蔵庫がついてます。冷蔵庫は氷の作れるやつですね。アイスクリームなどは保存できません。これ私も間違えてました。それではアメニティの方説明いたします。180度回って、まずですね、ポットがついてます。こちら固定してるような形になってますね。でこちらは加湿器でしょうか。加湿器だ、かっこいいな。自由にお持ち帰りください。これアメニティセットですかね。ちょっと後で開いてみましょうか。こちらアメニティセットではなくてバッグでしたね。これサービスのバッグでしたね。これはすごい、なかなかすごいですね。でこちらがアメニティセットになりますね。ちょっと木箱、だいぶ変わった木箱があります。ティーセット、こちらが紅茶が入ってますね。後でゆっくり飲みましょうか。こちらは緑茶と、あとコーヒーもあります。ちょっと木のいい匂いがしますよ。こちら手作り感があっていいですね。さらにコーヒーがあるとなかなか豪華ですね。ちょっとこちらの方後で夜な夜な飲みましょうか。よいしょ。入り口の方もあってですね、こちら上救命胴衣が入ってます。開けていいんかな。こんな感じです。レモン掛けが1,2,3,4つありました。あとですね、こちら旅行カバンなんかも置けるようになってました。こちら素晴らしいですね。
逆サイド来てお風呂です。こちらのスイッチが入ってます。こちらの船ですね、お風呂がついてるのがこの部屋しかないはずです。なかなか大きなお風呂ですよ。いいですね。トイレもついてます。こちらはウォシュレット付き。オーシャンビューではないんですけども、本当大きなお風呂ですね。でこちらにアメニティセットがあります。ドライヤーもついてます。タオル、バスタオルが2つとハンドタオルが1つあります。こちらアメニティセットを開けてみました。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープがありまして、あとボディータオルですね、あとコットンセット、歯ブラシ、ヘアブラシ、ひげ剃りが入ってました。こちら十分ですね。出港が6時なんで、6時になりましたらお外に出て出港を見届けてご飯にしたいと思います。それでは向かいます。この廊下の明かりがめっちゃ綺麗ですね。はい、お外出てまいりました。夕焼けがむちゃくちゃ綺麗。そして波の上城が真後ろにいます。もうですね、機関始動してだいぶ煙吐いてますよ。今日はですね、天気がいいのでゆっくり星が見えるかも分かりません。上階に上がってまいりました。出港楽しみですね。もうサイドスラスター回してますね。もうちょっとで出港します。動き始めました。出港します。サイドスラスター全開ですね。一発。桜島ははっきり見えてますね。これから25時間の航海になります。出港しなのでですね、ご飯を食べに行こうと思います。ご飯がちょっと短いんでですね、でも7時までやってるはずなんだけどな。ちょっと確認します。すごい夜景が綺麗ですよ。さらば波の上城ですね。それではちょっとしたらレストラン行こうと思います。これは綺麗だな。でも来てよかったです。しばらく天気荒れてたんですけどね、今日は凪みたいでよかったです。楽しみです。左舷側、屋久島を抜けて、夜中抜けるんですけども、一番波の出る区域ですね。そこを抜ければ沖縄に明日の夕方、明日の夜7時に着く形になります。25時間の船旅。あっちも綺麗だわ。後でご飯食べたらまた出てこようと思います。それでは。綺麗だわ。
この照明なんかめちゃくちゃ綺麗ですよね。かっこいいな。後で写真撮りこい。はい、お部屋戻ってまいりました。ご飯に向かおうと思います。はい、それでは食事に向かいます。前まではですね、鹿児島出港時は出港シーンを見るとご飯が食べられなくなっていたと聞きます。夕食の時間が延びたら嬉しいですね。はい、ありがとうございます。今日はですね、チキン南蛮にしてみました。チキン南蛮はタルタルソースがかかってないタイプですね。中身もちゃんと胸肉っぽいです。よいしょ。いただきます。味噌汁は合わせ白。だしは鰹節ですね。甘め、美味しい。ごまどれがあったんで、ごまどれをいただきます。お肉がですね、柔らかく下処理してあるんです。美味しいですよ、これ。甘酢もしっかり美味しいですわ。胸肉どうやって処理してんだろうな。一回ナゲット的にバラバラにして、後で合わせてつなぎ入れて揚げたような感じですね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。お疲れ様です。はい、ご飯食べてきました。7時に食事が終わるという放送やってますね。今までに比べるとずっと使いやすくなってます。素晴らしいことです。それではちょっと外の方見に行こうと思います。それではまだですね、湾の中なんですけど全然揺れないですね。今お外も真っ暗になってると思うんで、ちょっとお外見回してこようかなと思います。それでは向かいます。全然寒くないんですよね、お外が。145メーターということだけあって、前よりちょっと大きくなりましたかね。前と比べると個室が増えました。バタバタしてる。星が出てんな。ちょっと上の方上がっていきましょうか。ファンネルの近くまでは行けないみたいですね。ここまで来るとちょっと音はうるさいですけど、客室は全然音がしません。ぐるっと見回してみましょう。右舷側、ずっと指宿の方ですねからぐるーっと回っていきます。じゃあ、明るいのが鹿児島市街地。キラキラ星も見えてますね。綺麗です。後ろ行きます。ピンがボケてる。治った。そしてずーっと後ろ側、あそこの明るいのが鹿児島市街地で、桜島がもうあんなに遠くなってます。おそらくですね、人間の目ではもう見えないぐらい暗いですね。そして明るいのが垂水でしたっけ。前フェリーに乗っていたとこですね。からぐーっと回っていきます。前方左舷、星が見えてる。こんな感じですよ。
ちょっと明るい。海の色が綺麗ですね。人間の目ではちょっと分かりません。おそらく星が見えてんじゃないかな。多分ですね、もっと進んでいくともっと綺麗に見えるはずです。今日の天気はどうなんだろう。ちょっと沖縄の方がちょっと天気悪かったみたいですけどね。まあこまめに外に出たいと思います。ではお部屋の方でちょっとゆっくりしましょうかね。船内散策は後ほどしてきます。それではですね、7時ちょっと前なんですけど、お風呂に入ろうと思います。まだ出航して1時間経ってないぐらいですね。よいしょ。お湯を入れていきます。どうなってんだろうこれ。そのまま入れればいいんか。いきなり多分熱いのが出てる。これで止まんないやつ。フェリーのお風呂って本当すぐにお湯が出てくるからいいですね。あ、ちょうどいいわ。前はなんかお湯調整するのに苦労した覚えがあるんですけど、すごい勢いよく出て、でもたまんの遅かったな、クイーンコーラルプラスは。じゃあちょっとゆっくりしてお風呂入ろうと思います。オーシャンビューじゃないのがちょっと残念かなぐらいの感じですね。あとはものすごく広いんですよこれ。多分寝ても、私180センチぐらいあるんですけど、寝ても十分ですねこれはいいお風呂です。それではお風呂入ったら晩酌にしようかなと思います。あちらに見えてるのがチリンヶ島みたいですね。奥に見えてるのが指宿の市街地になります。もうですね、佐多岬近いんで外洋に出始める頃だと思います。外洋に出たらですね、結構揺れるんでですね、まあ楽しみは楽しみですね。それではゆっくりしてます。お風呂でも入ろうかな。今日月がほとんどない、三日月ぐらいですかね。もし天気が良かったら星がよう撮れる気象条件です。ちょっと雲がある。なんとなく面かじ。左舷側佐多岬灯台がもうちょい下見えるかな。ちょっと風が出てきましたね。ではお部屋に戻ってゆっくりしてます。白鳥座が見えるな多分。まだ明るいですね。鹿児島はもうあんなに遠くなっちゃいました。結構早いな。高速力最大船速出てるかも分かりません。最大船速で22ノットです。鹿児島新港から沖縄那覇港まで約25時間かけて航行します。こんなにゆっくりできる船は北海道便と沖縄便ぐらいしかないんじゃないでしょうか。あと東京九州フェリーもあるか最近は。それでははい、お疲れ様です。それでは、ちょっと早いんですけど今8時ちょっと前ですね。晩酌しようと思います。今日はですね、札幌の黒ラベルがあったんでこちらいただきます。はい、いただきます。札幌ビール好きなんですよね。美味しい。めっちゃ冷えてますよ。沖縄行きなのに札幌ビールなかなか面白い組み合わせですけど、オリオンビール探したんですけどなかったんで、今日は札幌ビールいただいてます。こちらのフェリーですね、
前はですねクイーンコーラルプラスの方乗ったんですけども、クイーンコーラルプラスの沖縄発の分に乗って鹿児島新港へ戻ったやつに乗ったんですけど、それが非常に良くてですね、朝出て翌日の朝着くんですけど、とても良くてまた乗りたいなと思って、そしたらですね2021年の11月に、クイーンコーラルクロスという船が出るよと、2年ぐらい前からアナウンスされてたんですけども、じゃあ乗ってみたいなと思いまして、今回は鹿児島新港から沖縄那覇港まで向かうようにしました。非常にですね楽しい旅になっていると思います。朝方まだ鹿児島県なんですけども、各離島をですね順々に回っていく予定になってます。美味しいですよ。でこちらのフェリーが出てから夕ご飯の時間が長くなったんですね。ちょっと驚きました。夕方6時出港の場合は5時半から食事があって5時15分ぐらいまでに終わってたんですね。それが今7時まで夕ご飯が食べれるということで非常に良かったです。なんせ出港のシーンが見れた上にご飯が食べれるということに変わってました。すごくグレードアップしてますね。船好きにはたまらない設定になってます。良かったです。そしてこのお部屋ですよ、すごい広くないですか。なかなか楽しんでますよ。お風呂上がりに飲んでるんですけども、こういうビールが飲めるというのは非常に嬉しいことだと思います。鹿児島新港から沖縄行きのフェリーっていうとちょっとですねちっちゃくてちょっと古い船が多いなというイメージはあったんですけども、こちらのフェリーに乗って今回印象がガラッと変わりました。かなり新しくてですね綺麗でとても精鋭な感じがします。洗練された感じがしますね。とても良い船だと思います。波もですねそこそこ大きいんでしょうけど、これからですねトカラ列島の脇を通っていく時はちょっと揺れるんですけども、毎度屋久島付近ですね、屋久島付近の時はどうしても揺れるんですけども、今のところ全く揺れてないです。今ですね佐多岬をちょうど横切ってるような状態だと思いますね。後ほど見に行こうかと思います。とても面白いですね。明日の朝起きてまだ名瀬港あたりだというんで、なかなか長い船旅にはなりますけども楽しんでいってます。それで次はどこへ行くんでしょうかっていうところで、沖縄に着いたらどこへ行きましょうかという形で進めていきたいと思いますんで、またですねもしよろしければコメント欄の方に入れていただいて、皆さん楽しんでいただいてとてもこちらも嬉しいです。それではもうちょっとゆっくりして寝ようと思います。それでは新しい船だけあって全然揺れなくてですね、フィンスタビライザーとか当たり前についてますし、サイドストラッサーバーストラッサーもついてるんでしょうから、ものすごく乗り心地がいいですね。普通ちょっと前までのクイーンコーラル8ぐらいの船だとここら辺はもうワッシャワッシャ揺れてですね、とても大変なことになっていると思いますんで、とてもゆっくりできます。それではもうちょっとゆっくりしたいと思います。皆さんも楽しんでいってください。それでは今ですね佐多岬を通り越しまして沖合に入っていきましたので、ちょっと揺れ始めたんでお外に出ようと思います。それではうわー真っ暗だ。星が見えてるな。でもそれでもちょっと上上がりましょうか。ここまで真っ暗だとピントが合わない。本当に真っ暗だわ。月明かりが綺麗。右舷側、このカメラで真っ暗なんだから本当すごいな。星がめっちゃ綺麗だけど、あそこにうっすら見えてる光ってるのが佐多岬の灯台ですね。左舷はうわすごい星。星がすごいわやっぱり。天
天体観測にもってこいですね。これ動画にしたらな、あんま干して撮れないんですよね。本当はカメラがいいんです、写真がいいんですけど、これは美しい。佐多岬を越えてちょっと揺れ始めてます。横揺れ、ロールしてる感じですね。どうしても屋久島の辺りはいつも波が高いイメージですね。屋久島の人大変だよな。でも美味しいお魚が取れるんですよね。なんか灯台が見えるな、光が。トカラ列島があるはずなんですよね、右側には。でも暗くて見えない。三日月の月明かりが綺麗に見えるってやばいな、これ。三日月ですよ。全然真っ暗。ちょっと明るい。まだもうちょっとしたらお部屋に戻ろうと思います。船内散策もゆっくりしたいな。ちょっと船内散策の方行ってみましょう。こちらは4階、上から吹き抜きを見下ろしてみます。こちらは中央ホールの吹き抜け部になります。ちょっと変わった印象ですよね。真ん中に桟橋のような感じになってます。吹き抜け自体はそんなに大きくはないんですけども、前に比べるとだいぶ広く感じますよね。フリースペースとエレベーターがありますね。結構至る所に共有スペースがありまして、個室でなくてもゆっくりできそうです。正面はですね、トイレ、ロッカー、給湯コーナー、自販機コーナーがあります。4階はですね、全面展望があるんですよ、本当。ただ夜中は見れないので、明日の朝に来ようと思います。こんな感じですね。ちょっと真ん中の渡りを渡ってみましょうか。真ん中から吹き抜け部をまっすぐ歩くとかなり広く感じますね。やっぱ船の大きさだけあって天井はちょっと低めに感じるかもわかりません。階段は左右2箇所、意匠的にちょっと変わった感じですね。カーペットと塩ビタイルが半分半分でした。階段を降りて正面がレストラン。結構衣装に円を用いてまして、クイーンコーラルプラスのカクカクとはちょっとイメージが変わってます。自動販売機はカップスターがあります。ジュースは他の上と同じ値段ですね。共有のスペースが結構あるんですね。こちらは共用のテレビコーナーになります。こうシャワールームも多数あります。地図が。奥には共用のコインロッカーになります。前とは違って真ん中に吹き抜けの階段があるため、空間的にはだいぶ広がったイメージがあります。自販機コーナーもですね、下の階と上の階で違ったものが置いてありました。結構種類も豊富なんですね。吸茶機の方はいつでも使うことができます。シャワールームが結構多数あるんですね。シャワールームは1人用の個室。シ
シャンプーとリンスなどはないんで自分で持ってきてくださいですね。棚もちゃんと用意されてます。ドライヤーもありますね。今ですね、お布団に入ってもう寝ようというとこです。もうこんな感じですね。お布団から見た眺めいかがでしょうかね。ふんでちゃん、今ですね8時50分で、今日もだいぶ移動してきて疲れたんで早めに寝たいと思います。さっきダイブしたんですけどもう一回寝ます。ちょっと窓開けっぱなしで朝起きた時明かりが見えると思うんで楽しみにしたいと思います。それではおやすみなさい。左舷は屋久島が見えてくるとこです。あ、明かりが見えるわ、うっすら。あれ屋久島か。宮之浦港ですかね。屋久島が見えてますよ。もう一回行きたいな。星は今ちょっと暗い。風も強いですね。最大戦速出てるっぽいです。口永良部島の方は真っ暗です。やっぱ人がいないんかな。屋久島の方が人がいるみたいな感じですね。結構デッキが明るいんですよ、この船。この感度で何も見えないってやばいな。真っ暗だな。じゃあお部屋戻りましょうか。はい、おはようございます。今4時15分ぐらいですね。先ほど放送がありまして名瀬港に入港するそうです。4時30分ぐらいですかね。ということでもうちょっとしたらお外に出て入港見届けようと思います。それではもうちょっとゆっくりします。はい、それでは奄美入港みたいなので外に出ます。見に行きます。少し小雨。上上がりましょうか。屋根がついてます。奄美はですね湾になってるのでぐるーっと見渡せます。右舷に着くのかな。やっぱ離島便は朝が早いですね。太古もそうだったんですけど朝4時着とか普通にあります。こちらはまだ5時なんでゆっくりな方かな。外がですねむちゃくちゃ寒くないんですよ。コートいらずですね。赤潮みたいなのが出てるな。赤潮が出るってことは海が暖かいってことか。ゆっくり入港していきます。海上保安庁の船がいるな。ちょっと上上がります。あの海保の船、後部甲板がかなり大きいですね。なんて船だろう。後部甲板かなり大きいですね。なんて船でしょうか。今ですね4時41分なんですけども、5時出港で5時半から朝食が始まるというんで出港を見届けてから朝食にしようと思います。しようと思うというかそうなりますね。あちらが港でしょうか。名瀬港ってなんか結構賑やかなイメージがありましたけど前あれは夕方だったからかな。
沖縄からの帰り便は夜着きます。夜の8時ぐらい着いたんじゃないかな。ぐるっと湾で回して左舷につけるのか。左舷、私も回りましょうか。なんか巨大な建造物がぐるっと回ってるか不思議な感じがするんですよね、毎度。すごいたくさんの人がいますね。はい、接舷しました。やっぱここまで来ると海が綺麗ですね。ちょっと逆サイドを見に行きましょうか。奄美いいな、遊び行きたいなと雑馬さんと話してました。港でもこの色なんですね。ちょっと明るい時に行きたいですね。すごい色してますよ。エメラルドグリーン。じゃあもうちょっとしたら朝ごはんなんでゆっくりします。あと30分もした朝食ですね。朝食楽しみです。朝食が始まったということなんで行っておこうと思います。ちょっと早いですね。5時半からだったような気がするんですけど、その間に出航しそうだな。それでは行ってきます。それでは朝食行ってきます。はい、ありがとうございます。はい。はい。こっち席が空いてます。朝食はこんな感じ。前ってこんな洋食あったかな。和食を食べたような気がします。コーヒーがついてきます。いちごジャムは自分で取ってくださいねでした。ちょっと変わった感じ。好きなだけ取れますね。間違えてナイフを持ってきてしまったんで、ナイフでかき混ぜます。コーヒーは苦味が少なくて美味しいですね。目玉焼きは半熟でいい感じでした。ウインナーもしょっぱすぎずですね。しょっぱいのがたまにあるんですけど、こちらは美味しいです。パンがですね、おそらく作り置きのパンだったんです。はい、ごちそうさまでした。お疲れ様です。どうも。はい、戻ってまいりました。朝ごはん食べてきましたよ。
日の夜からちょっと思ってたんですけど、かなり食事がグレードアップされてますね。調理場が広くなったのと人が増えたんでしょうか。ゆっくり食事ができるようになりました。それではですね、もうちょっとで出港だと思うんで、お外に出て出港を見届けようと思います。それでは。エアコンがですね、最新式のエアコンがつきました。前はですね、結構レトロな感じだったんですけど、クイーンコーラルプラスの方はですね、良かったです。朝ごはん食べてきて出港をゆっくり見ることができます。朝ごはんですね、5時20分から5時40分の間でした。ちょっとだけ急ぎですね。すごい荷物の量ですね。やっぱり離島フェリーはこういった動きがあります。重要な物資の要というやつですね。もしですね、離島フェリーが台風とかで運休になってしまった場合、かなり物価が上がってしまうみたいなことを言ってました。夏場の秋口とかはちょっと大変ですね。出港準備に入りましたね。アナウンスが入ってます。もう荷積み荷下ろしが終わったみたいです。やっぱり離島便はすごく手際がいいですね。本当に驚かされます。タラップが吊られましたね。あそこに固定して出港になります。あれ面白いですよね、タラップがここについてるの。離島便ならではという。ボーディングブリッジが必要ない。あの赤いの郵便物なんですね。面白いな、あんなんあるんだ。へえ。ちょっと貨物も見てて面白いですね。いろんなものがありますよ。この前沖縄から戻ってきた時は牛さんが乗ってました。そして今テザーが切られましたね。出港になります。はい、離れていきます。本当朝も早うからお疲れ様ですという感じですね。そしてまた海の色が綺麗だ。見てください、この海の色。奄美ってすごいですね。こんだけ街なのに。ちょっと小雨が降ってますかね。ちょっとじゃないな、結構降ってんなもうちょっとしたらお部屋に戻ろうと思います。まだですね、真っ暗ですよ。ほら、奄美の夜景です。前に船がいるな。あ、イソ感度上がりすぎてて見えねえや。戻ります。奄美の町がだいぶ遠くになりましたね。出港して15分ぐらいで、今日はちょっと曇っているのか真っ暗ですね。上上がっていきます。まだ湾の中といった感じでしょうか。ここから外洋に出るとちょっと揺れ出す感じ。真っ暗だすごいな。電気も消されてていい感じ。うっすら見えてるかな、山影が。でも真っ暗ですね。奄美はですね、湾になっていて360度270度ぐらいかな、ずっと明かりが、山が見えてるような感じになります。こんだけ
け暗いのもすごいな。多分ですね、天気が良かったら星とかすごかったんでしょうけど、またお部屋の方ちょっとゆっくりしようと思います。海はどんな表情を見せてくれるのか今日は楽しみです。じゃあゆっくりしてます。ちょっと波が出てるか。ただ揺れは全然ないんですね。すごくフィンスタビライザー効いているみたいです。亀戸空港は9時10分到着予定です。ジョージアの缶コーヒー買ってきました。こちらをいただいてます。今ですね6時10分になりました。奄美をちょっと出たとこなんですけども、まだお外は真っ暗です。お部屋の感じもこんな感じ。船子ちゃん寝てますけど、お目目パッチリですよ。実は起きてますちゃうか。9時10分に次の港到着する予定なのでゆっくりしてます。お風呂でも入っとこうかな。それでははい、今ですね6時54分になりました。7時ちょっと前ですね。もうそろそろ日の出かな。7時半ぐらいだと思うんですけど、お外の様子はこんな感じです。ちょっと明るくなってきましたね。お部屋からはですね、実はここちょっと見えるかな、水しぶきとですね、ちょっとギリギリまで行くとこのワイヤーがですね、タラップのワイヤーなんですよ。これちょっと面白い眺めですよね。もうちょっとしたら日の出なんですけど、今日曇りだな。まあまあちょっと日が出て明るくなってきたら外に行ってみましょうか。まあまあ水しぶき上げてます。波もですね若干うねってるんですけど、この船全然揺れないですね。今日はだいたい2メーターから3メーターぐらいの波だそうです。ということで朝ごはんはもう終わって、次がですね9時10分入港ということなんで、入港の時にはまたお外に出てみたいと思います。それでははい、今ですね7時15分になりました。ちょうどですね日の出の時間なんですけども、日の出と奄美大島の最西端が見れそうなので外に出ます。それでは奄美の最西端が見えますね。ちょっと上に上がります。わあ綺麗だな。雲にかかってちょっと幻想的ですね。風はめちゃ強いです。これは綺麗だ。あとですね、ちょうど日の出が今の時間なんですけど、太陽は見えないですけど東の空がうっすら明るくなってますよ。とても綺麗。こんな感じですね。高速力はまあのんびり20ノットといったところでしょうか。波のうねりはありますけどそんなに揺れてないです。前の船だったらこれでかなり動揺してたと思いますよ。空はこんな感じ。明るくなるとだいぶ雰囲気も変わりますね。奄美綺麗だな。灯台が光ってます。ではお部屋の方でゆっくりしたいと思います。島が見える。あの正面に見えているのが徳之島ですね。もう目の前に見えます。今7時なのであと2時間後に入港の予定です。ではもうちょっとお部屋でゆっくりします。はい、もうちょっとゆっくりしますね。はい、今8時30分ですね。クイーンコーラルクロスは徳之島東部の方を移動してます。もうですね右側に
徳之島が見えてるんですよ。ほそっと行ってみたいと思います。あと30分ほどで入港になりますね。それでは。この廊下大好きになりました。めちゃくちゃかっこよくないですか、明かりが。ちょっと動揺してますけど、基本的には穏やかです。はい、お外出てまいりました。もう日が出てますね。右舷側徳之島になります。ちょっと船が見えてるな。おお、綺麗。あ、これは綺麗だわ。よかった、外に出てて。ここから面舵を取って徳之島の方へ入港していきます。で、左舷側も明るいな。ちょっと上上がって見ていきましょうか。渡り鳥が、お、太陽が綺麗ですね。日の照り返しが。そして左舷後方に島が見えますよ。奄美大島でしょうか。あちらは先ほど入港したところですね。もう目視できるぐらい近いんですね。徳之島が光に照らされて綺麗だな。あと30分もしたら入港になるので、お部屋でゆっくりしようと思います。それでは。はい、徳之島入港だそうです。フィンスタビライザーを格納したということなんですけども、面舵を取るとやっぱグラッとなりますね。今面舵を切って入港する感じです。左舷に着くんかな。船体の動揺はこんな感じ。ちょっと曇りですけど、むちゃくちゃ綺麗ですね。左舷に人が集まって左舷に着くのか。あの岸壁で釣りをしてる人がいるな。どうやって行くんだろう。船が迎えに行くのかな。島は滑り込むみたいですね。右舷側入港です。わあ、すごい綺麗だな。綺麗しか言葉出ないですね。また牛さんがいますね。他にも結構荷物があるみたいです。一見ちょっと汚く見えるんですけど、海ものすごく綺麗ですね。実は真下の海が。はい、それでは到着いたしましたので、ちょっとお部屋でゆっくりしたいと思います。徳之島のどかなとこでいいですね。すごい昔ながらの雰囲気がありますよ。
今しがた出港の出港準備に入りましたね。手際が鮮やかですよね。やっぱり毎日やってるだけありますよね。はい、出港します。手際が鮮やか。こうやって波立つのを見てるとすごく海が綺麗なのが分かりますね。これ見てください。すごく綺麗じゃないです。ちょっと朝より日が上がって海の色が落ち着いた感じに見えますね。前回と違って海の底は見えませんけど、すごく綺麗な海です。なんとなく赤潮っぽいのも見えるんですよね。そんだけ海が暖かいということでしょうか。汽笛一発。今ですね、気温が20度ぐらいあるみたいなんですよ。なので別にコートいらないです。これは暖かい。しかも今日は雨が降った後のようで湿度も結構高くて、とても過ごしやすい気候になってます。ちょっとですね、天気が悪くて映えないですけど、過ごしやすいは過ごしやすいですね。海の方は波があるかなという感じですね。はい、出港しましたのでちょっとお部屋に戻って小腹が空いたんで、さっきおにぎり買ってきましたんでおにぎりいただこうかと思います。ホットコーヒーも入れましょうかね。それではスペシャルブレンド。ポットがですねちょっと遠くてダメなんでコップで入れます。こんなもんかな。はい、それではですね、さっき売店で110円で買ってきたおにぎりとホットコーヒー入れましたんでいただこうかと思います。さすがドリップというだけあって苦味が少なくて美味しいですね。めっちゃ手作り感半端なくないですか。手でおにぎりしましたみたいな美味しそうですね。これいただきます。これ美味しいわ。ちょっともち米が入ってるのかな。もちもちしてますね。だいぶやめに炊いてるか。わかめ入り。朝やっぱちょっと早めにご飯食べるとお腹空きますね。10時には。そういうサービス助かります。はい、いただきました。ごちそうさまです。今徳之島出港しまして、まだ右舷に徳之島が見えてる感じです。ちょっとソファーに座ってこうやってのんびりしてますけど、お部屋1人でも必要十分な感じですね。広すぎず狭すぎずって感じで2人いても十分だと思います。それではもうちょっとゆっくりしようと思います。次はですね、沖永良部島ということでまたゆっくりします。あと10分もすると沖永良部島に到着します。今外はこんな感じですね。とても眺めがいいですよ。
したら外に出て雪原見たいと思います。それでは向かいます。もう目の前ですね、沖永良部島。風は若干強いですがちょっとうねってます。もうすぐフィンスタビライザーを格納するっていう話がありました。おお、青、海がコバルトブルーです。深い青色。灰色に近いですかね。もう目の前ですよ。沖永良部島に到着したらお昼ご飯が始まるみたいなんで、したらご飯食べ行こうと思います。クジラみたいなのおらんのかな。ちょっとだけやっぱ手すりは塩っぽいですね。ベタベタします。海がやっぱ綺麗ですね。海すごい色してますよ。めっちゃ揺れてる。舵切ってますね。フィンスタビライザー閉じた後に舵を切るとこんな感じで動揺します。うわー、海が綺麗だ。もうこれしか声出ないですね。うねりが出てます。相変わらず海の底が見えてますね。すごい。海の底が見えるんですよ。うわー、透明度すごすぎ。テザーナイスキャッチですね。はい、雪原しました。ではお昼ご飯食べに行こうと思います。でかいテトラポットがいっぱいありますね。逆サイドちょっと波が今日高いのか、湾以外は結構しぶきを上げてますね。ご飯に向かおうと思います。はい、それではご飯始まっていると思いますのでご飯に行きたいと思います。それではすいません、お願いします。はい。よいしょ。小さい。いや
やっぱ船といえばカレーです。味噌汁がついてきますね。今日のお昼ご飯はこんな感じ。美味しそうですよ、非常に。このカレー。いただきます。ドレッシングはごまにしました。ごまばっかりじゃねえかっていうツッコミきそうですね。味噌汁は昨日と同じような感じですね。カレーをいただきます。マリックスラインのカレー好きですね。唐揚げいただきます。唐揚げはめっちゃ柔らかい。ちょっとこちらは中辛よりちょっと辛いぐらいですね。名門太陽フェリー全然辛くなかったんですけど、こちらはちょっとピリ辛です。唐揚げが美味しいな。味噌汁も美味しいんですよ。気分は爽快、船旅は味な気分。面白いこと書いてありますね。はい、ごちそうさまでした。片付けます。はい、ご飯食べてきました。大変美味しいございました。カレーがですね、美味しいですよね。ちょっとピリ辛な感じです。そして、外はこんな感じ。もうですね、出港準備に入ってるんでしょうか。出港前にお外に行きたいと思います。もうですね、出港準備に入ってますね。はい、行きます。はい、お外出てきました。外から見ようと思います。人がいっぱいいます。もうですね、タラップの方が回収されて、あとは後部デッキが閉じるだけとなってます。結構ですね、建設資材が多いんですかね。多いですね。あれは VP 管かなと、鉄筋棒なんかも見えます。はい、テザー落とされましたね。出港準備になります。結構ですね、波が高いんですよ。まあ更新するとこうなるんですけど、海の色は綺麗です。コバルトブルー。岸壁を見ると透明度がすごいですよね。なんとなくいい天気になってきました。ちょっと晴れてきたな。よかった。朝雨が降ってましたからね。運がいい。うわー、すごい。この色、この色、コバルトブルー。そうです、これを見に来たんですよ。めっちゃ更新してるんで波が高いですけどね。後部は平になってるんで、更新すると船が揺れます。波が当たると船が揺れます。弾いてる波も綺麗なんです、色が。
かもあったかい、なかなかいい感じですよ。こうやって海に出ると地球が丸いのがなんとなく分かりますよね。ぐるーっと一周回っていきます。ぐるーっと回って前進していく感じですね。次は与論島に立ち寄って沖縄本島に向かうという流れになります。今ですね0時12分なんで、どこかでもうすぐどこかで丸 A のあけぼの丸の方かなと反抗すると思います。すごい前進し始めました。フィンスタビライザーを出すのでちょっと動揺が収まる予定です。それではお部屋に戻ってゆっくりしましょうか。船籍が鹿児島なんですね。はい、戻ってまいりました。次がですね、与論島13時40分到着予定、そして那覇が19時到着予定ということで、与論島までは1時間30分ぐらいか。那覇が長いんですね。沖縄って縦に長いからこうなっちゃうんですね。お部屋からの眺めはこうですよ。すごい綺麗ということで、ちょっとゆっくりします。それでは今ですね、ソファに座ってちょっとゆっくりしてます。コーヒーでも入れようかなという感じですね。ソファーからの眺めはこんな感じです。海が見えてますよ。素晴らしい眺めですね。こうやってゆっくり船旅を楽しめるわけです。それではちょっとお昼寝でもしようかなという感じですね。ゆっくりできます。それではそうか、全体的な絵を見るともうここまで来たんだなという感じしますね。長い時間乗ってますが、全体のもう3分の2以上来てますね。もうちょっとです。はい、ちょっと喉乾いたんでモンスターエナジー買ってきました。ちょっとですね癖あるんですけどいただこうかと思います。ほとんど徹夜ですからね。それではいただきます。お風呂3回目ぐらい入っちゃいました。ゆっくりできますね。ちょっと外出たらやっぱ体冷えちゃうの感じがして、またお風呂入って温まってみたいな繰り返しです。またですねちょっとゆっくりして次は与論島寄港するんで見ていきたいと思います。それでははい、あと15分ほどで与論島に到着するみたいですんで、お外に出て雪原見たいと思います。それでは向かいます。はい、お外出てまいりました。左舷の方に与論島が見えてるはずですね。もうおー見えとる。あれ与論島じゃないんだ。与論島だよな。左舷与論島ですね。その向こうに見えるのがもう沖縄本島ですね。近いな。すごい東シナ海ですね。ここまで来たらもう沖縄近い。すごいな。来ましたね。そんなに寒くないです。本当に寒くない。右舷にも島が見えますね。すごいわ。雲が夏の雲のような感じがします。こんだけ風が吹いてても全然寒くない。与論島は南側に港があるので、ここから思いっきし面舵を切ってですね南側に回り込んで入港するはずです。
サンゴ礁の島なんでね、多分そうしないと浅瀬に乗り上げてしまうはずです。あ、もう面舵切り始めてますね。軌道がこんな感じの軌道になります。船が外側に傾く。期間がちょっと落とされましたね。取り舵を取り始めました。以前は朝来たんでですね、あ、飛行機が降りてんな。すごいすごい。そっか、前停泊したのはああいう岩間の間でしたね。あっちかな。わあ、やっぱり水が綺麗ですね。テトラポットが透けて見えます。沖縄行きは本部へは寄港せずにそのまま那覇港へ行くみたいですね。与論島のフェリーターミナルかっこいいんだよな。おー、投げられました。あ、大丈夫かな。はい、接舷しました。すごい、ビーチがすごいですね。海が青い。やっぱり観光地。そこが見えるとやっぱり海がコバルトブルーなんですよね。伝わりますでしょうか、この綺麗さ。すごいわ。それではお部屋の方戻ります。日が出てだいぶ気持ちいいですね。気温もそんなに低くないです。こんな感じですよ。それではもうちょっとゆっくりします。出港の時には外に出ようかなという感じですね。それではお、全面展望、こんな感じなんですね。いいですね。ゆっくり見れるんじゃない。お、椅子が深くか。お客様へご案内申し上げます。店内にお見送りのお客様いらっしゃいませんでしょうか。間もなくいたしますとガラスを開けます。店内においてのお見送りのお客様いらっしゃいましたらご来店くださいませ。もう出港するんですね。外出ます。出港用意してますね。はい、テザートされましたね。これからですね、沖縄本島へ向かっていくだけです。ちょっと名残惜しいですね。お、離れました。出港します。本当沖縄の海は見てて飽きないですね。綺麗すぎて。夏に家族で来ることを目標とします。本部に寄るんですね。
瀬戸内海ではイルカが見れるんですけど、ここら辺じゃイルカとかクジラとか見れないもんなんですかね。まだ見たことないです。夏場、秋口はトビウオがいっぱい飛んでたかな。夏場か。こんだけ海が綺麗やったらなんか上からでも見れそうなんですけどね。それでは残りの時間お部屋でゆっくりしたいと思います。本部港に向けて出港しました。あったかいわ。ほんとこの廊下かっこいいわ。ようできとる。ここに住みたいくらいですね。いくらかかるんだろうはい、お部屋戻ってまいりました。ゆっくりします。本部港が16時40分、那覇港が19時ということで、ちょっとゆっくりできますね。それではちょっとですね、船子ちゃん寝かしてるんですけど、なんか病人みたいになっちゃってますね大丈夫？船子ちゃん目パッチリだけど。ただいま3時12分ぐらいですね。右舷側島が見えてます。左舷側に沖縄本島が見えてるはずです。あちらですね。ちょっと上上がってみましょうか。明日は明日でですね、また船に乗っていきますんで、またですね、何に乗るか予想してみてください。日本一周ですからね。すごく綺麗な海です。軽石ってあんま見かけないですね。本当に漂着してんのかな。今日は一日凪でした。ちょっとは揺れたかなっていうところありましたけど、そんなむちゃくちゃ気持ち悪くなるほどではありませんでしたんで、良い航海です。あとですね、1時間もしたら本部港へ到着しますんで、その時また外出たいと思います。それでは、海がめっちゃ綺麗ですね。はい、あと20分で本部港到着というので、お外出てみます。もうですね、夕焼けになりつつありますよ、お外。それでは向かいます。はい、本部港付近です。すごいですね。左舷本部港、ぐるっと回って入港します。ちょっと上行きましょうか。おー、なんかいっぱい止まってんな。すごい綺麗だわ。確か180度展開して入っていったような気がするんで、ここから鳥舵をぐるっとしていきます。あそこの正面の島の裏側だったんじゃないかな。両泊してますね、いろんな船が。入れないのかな。順番待ち的な感じなんかな。さっきお風呂入って頭濡れてるんですけど、自然と乾きますね、こんだけ風が強いと。確か右舷に着くんだよな。ということでぐるっと回ります。わあ、すごい太陽スポットになってる。右に傾いてますね。鳥舵を取ってます。結構波が高いのか水しぶきがきますね。風が強いのか。
ぐるっと回して左舷につけるんですね。前回沖縄から出た時、ここが一番感動したんですよね。初めて沖縄の海見たんで。はい、接舷いたしましたので、ちょっとお部屋に戻ろうと思います。わあ、夕焼けが綺麗だな。もうちょっとで夕焼けしますかね。本部から沖縄に行ってる間に多分夕焼けになると思うんで、楽しみにしてます。撮影しようと思います。おお、すごいし、海綺麗やし最高ですね。コバルトブルー、この色伝わるかな。それではちょっとお腹が空いた感じですね。夕ご飯何しようかな。今日はホテルか。普通に考えたら夜7時に着くので、それから歩いて行って8時ぐらい、コンビニ飯かなって感じはしますね。元部に入港したみたいです。違う、元部に入港しました。12分遅れですって。あら、なので那覇が7時11分みたいです。最大戦速で行ってもこんな感じになるんかな。夕焼けは見たいと思いますよ。それでも。それでは、お外がええ感じだな。夕焼け見れそうだ。はい、テザー落とされましたね。出港になります。はい、それでは沖縄那覇港に向けてあと2時間の航海になります。名残惜しいですが、あとちょっとゆっくりしていきます。夕焼けが見れそうなんですよね。夕焼け見れたら最高ですね。後ほどまた外に出たいと思います。それではお部屋の方へ戻りましょう。外に出てきました。今夕焼けはこんな感じです。素晴らしい夕焼けですよ。こういうのもですね、フェリーに乗ってないと見れないですよね。洋上の夕焼け、見れるホテルっていうのもあるんでしょうけど、お高いんでですね、ちょっとですね波が出ててゆっせゆっせ揺れてる感じですね。ただ酔うほどではありません。そして左舷の方もうですね、沖縄本島が見えてまして、ゆっくり航行してます。ちょっと上がっていきましょうか。あとですね1時間ほどで那覇港に到着するんですけども、もうちょっとだけお部屋楽しみたいと思います。それではゆっくりしていきます。那覇港間近ですね。那覇空港が見えます。滑走路が綺麗だな。なるほど、やっぱ夜来ると綺麗ですね。ぐるっと見渡します。那覇空港がめっちゃ綺麗です。右側に接舷するみたいですね。ぐるっと回すんかな。飛行機が飛んでいきますね。明るいけどやっと那覇港到着しました。全然寒くないですね。右側って言ってましたけど、ぐるっと船回すんですかね。ちょっと左舷行ってみましょうか。
そっか、ひっくり返すんだ。そういえば手前側に頭持ってきてて、そのまま出てった名前なので、ここでぐるっと回すはずです。で、右舷雪原という形ですね。沖縄の街はすごい綺麗ですね。右舷に雪原します。なんかいいな。沖縄は人生で2回目ですが、2回とも船の旅行です。あちらですね。1度目はクイーンコーラルプラス、2回目がクイーンコーラルクロスということで、2回ともマリックスラインでゆっくりできました。またですね、乗りたいと思います。あちらが街中になるんでしょうか。すごいですね。ここから歩いて10分ぐらいのとこに泊まったんですけど、そんな印象なかったな。あれを全部積むんですかね。すごいな。はい、雪原しました。それでは下船をしたいと思います。沖縄をですね、ぐるっと見渡して下船します。着きました。25時間の長旅、とても楽しかったです。またですね、乗りたいです。何度も言います。すごくいい船です。はい、それでは退出したいと思います。本日はありがとうございました。はい、本日はご視聴ありがとうございました。今日はですね、クイーンコーラルクロス城のこちら特等室で一泊ゆっくりできました。なんと25時間、鹿児島新港から沖縄那覇港までゆっくりできました。なかなかですね、冬は普通は揺れがかなり大きいんですけども、今回は全然揺れなくて楽しむことができました。夜もですね、若干雨は降ったんですけど、鹿児島新港出港時と朝からは晴れましたんで、とっても良かったと思います。なんといってもご飯がですね、夕食の時間が延びまして、夜の5時半から7時まで営業ということで、ゆっくり食べることができたのがとても良かったです。ご飯もですね、調理室がかなり広くなっているようで、ご飯が出てくるのもかなり早くなってましてですね、サービスの向上がかなり見られましたんで、またですね、今後乗っていきたいと思います。またですね、こちらの船利用したいと思います。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。